こんにちは、シャチパンです。今回は OM システムの新型ミラーレス一眼 OM1M2 のレビューをしていきたいと思います。実はこう見えてシャチパン、写真家でも何でもないのにミラーレス一眼はパナソニック、ソニー、キヤノンと使ってきました。こんなにカメラ持って一体何がしたかったんだって自分でも思いますが、今回の OM システムのカメラ、小さくて軽いって聞くけどどうなのとか、フルサイズの大きいカメラには負けるんでしょとか思ってる方にこそ見ていただきたい内容となっています。小型カメラには小型カメラのいいところがしっかりあるんです。それではやっていきましょう。はじめに知らない方もいらっしゃるかと思いますので OM システムについて簡単に触れておきます。 OM システムは2021年にオリンパスの映像事業を継承し誕生したカメラブランドです。オリンパスのカメラといえば長年にわたり消費者に親しまれてきたこともあり、このニュースは当時カメラファンの間で衝撃が走りました。会社は変わってしまいましたが、オリンパスカメラからのファンは多く、今でも新商品の注目度は高いです。さて、紹介はこのくらいにして、今回はセンサーサイズ、外観、画質、特徴、価格、気になったところ、総評という流れでご紹介していきます。まずはセンサーサイズ。ミラーレス一眼界隈で最も話題として上がる内容です。センサーサイズはいろいろありますが、ミラーレス一眼で採用されるメジャーサイズは3つです。一番大きなフルサイズ、中間の APS-C、そして一番小さいマイクロフォーサーズです。1インチサイズはコンデジになります。この図は実寸比で描いていますので、実際にこれくらいの差があります。本カメラはこのマイクロフォーサーズを採用しています。マイクロフォーサーズとなるとフルサイズとの面積比で約4分の1です。だいぶ小さいですね。ネットなどではセンサーは大きいが正義、フルサイズ最強と言っているところもありますが、それは人によります。小さいセンサーは小さいながらのメリットがしっかりあるからです。ここではフルサイズのセンサーと比べてメリットを3点ほど紹介します。メリットその1、それは被写界深度の深さです。これは同じ F 値、画角で撮影した手持ちのフルサイズとマイクロフォーサーズの画像です。これらを比較すると、後ろにある青い光のボケ具合からもフルサイズの方がボケていることがわかりますね。ここからフルサイズの絞りを2段絞ると、青の光のボケ具合は同等になりました。これは許容錯乱円の式からもなんとなく算出できるものですが、マイクロフォーサーズはフルサイズより2段分ボケないということは、逆にピントの合う領域が広い、すなわち被写界深度が深いというわけです。シチュエーションにもよりますが、マイクロフォーサーズは2段分のシャッター速度が稼げるため、ブレの少ない画像が撮れたり、あまりボケてほしくない風景画像に適していたり、動画でもピントが外れづらいなどメリットがあるんです。それからボケ具合は何もセンサーサイズだけで決まるわけではなく、数式が示すようにズームや被写体の背景との距離もボケる要素です。これらも総合してのボケ表現なので、フルサイズには負けますが、全くボケないわけではありません。2つ目は小型軽量なこと。センサーサイズが小さいということは、カメラボディを物理的に小さくできます。センサーが小さいだけでそんな大げさなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、センサー周辺部品はかなり多く、メカシャッター、各種フィルター、手ブレ補正回路、ゴミ取り、ヒートシンクなどあります。これらがセンサーのサイズ分だけ効いてきますので、バカにはできないです。それからセンサーが小さいのでレンズも小さくすることができます。今回のシステムではボディが 599g、 レンズは F2.8 投資の第3元ズームレンズ込みで 1kg を切ります。他社の APS-C フルサイズのカメラでは 1.3kg 近くなるでしょうか。
ボディは言うほどインパクトはありませんが、レンズ込みだとだいぶコンパクトです。カメラは持ち出して撮影しないと腕も上達しませんし、何よりもったいないですよね。小型軽量な点は持ち出すハードルを下げてくれる大きなメリットと言えるでしょう。最後に3つ目、望遠撮影です。こちらはフルサイズとマイクロフォーサーズ、同じ焦点距離で撮影した画像です。ご覧のようにマイクロフォーサーズの方はズームされ画角が狭いです。これはセンサーの大きさが違うので、同じ条件で写したとしてもフルサイズは広角で、マイクロフォーサーズはズームされたような映像で写るというわけです。同じ焦点距離のレンズでもマイクロフォーサーズの方がズームされる。それは望遠撮影の時もレンズを小さくできるということです。取り回しの良さや風の影響、レンズ価格、総じて考えるとマイクロフォーサーズが総合的に優れているでしょう。続いて外観です。フラッグシップ機だけあってコンデジみたいに軽すぎるってことはありませんが、同ランクの製品に比べればだいぶコンパクト。先ほどもご紹介しましたが、第3元のズームレンズをつけてもグリップの指かかりもよく、片手で簡単に持ち運べる重さです。フルサイズではこうはいきません。全体的な外観は高級感があり、堅牢性を感じます。それもそのはずで、OM システムのカメラは丈夫さに定評があり、IP53 に対応しています。はじめの5が防塵を表す等級で、性能的には上から2つ目、一般的に防塵型と言えるものです。その後ろの3が防水性能を表す等級で、防水性能は60度以内の噴射した水が入らない防雨型。他社と比較してもかなりタフな作りです。センサーのゴミ取りも秒間3万回以上の超音波振動を採用しており、非常に強力です。アウトドアのカメラとしても優れていそうですね。SD カードスロットもフラッグシップらしくダブルスロット。撮影画像の振り分けができます。バッテリーも500枚撮影可能な大容量バッテリー。実際使ってみてバッテリー持ちもだいぶいいように感じました。普通の使い方なら足りなくなるというケースは少ないかと思います。左サイドの端子は上から外部マイク入力端子、ヘッドホン端子、タイプ D の HDMI マイクロコネクター、そして USB タイプ C 端子です。HDM マイクロは少し耐久性が心配でしょうか。背面液晶は162万画素のバリアングル式、ファインダーは576万画素の OLED。特に見づらいといったことはなく、十分な性能であったと感じました。続いて画質です。本機のセンサーは有効画素数約2037万画素。他社と比較すると少し控えめな値です。ですが、例えば 4K テレビの画素数は830万画素。印刷する場合も一般的に鮮明印刷設定である 350dpi あれば良いとすると、 A4 サイズで1200万画素となります。拡大してみたり、もっと大きなサイズで印刷しない限りは不足を感じることはないでしょう。ただ、仮に画素数が欲しい場合でも、本機は複数枚の画像を合成することで高解像化するハイレゾショット機能があるので、手持ちで5000万画素、三脚で8000万画素相当の撮影が可能です。色は室内光ではありますが、カラーチェッカーを撮像し、ベクトルスコープで見ると赤、黄、それから青が強く出るテイストでしょうか。基準色である赤、緑、青の色のズレもさほど大きくはなく、微妙な色の違いもしっかり表現できているように感じます。青も綺麗に表現されますね。手持ちのフルサイズのカメラと画角を合わせての撮影比較はこの通り。背景のボケは F 値を合わせ忘れてしまったので、フルサイズの方が少しボケています。絵作りはメーカーによって方向性がありますので、比較すること自体あまり意味がありませんが、
色で言うと肌と芝生の色再現がやや異なるでしょうか。色は好みがありますので、何が正解というものはありません。ちなみに肌の表現は、シャチパンは暖色系が、嫁パンはクールな寒色系が好みです。皆さんはどちらが好みですか？それから輪郭強調がわずかに強めでシャキッとした印象。昆虫なんかは綺麗に映りそうですね。続いて特徴機能です。少し多いですが4つほどご紹介します。まずはライブ ND、 スローシャッター効果を得ることができます。例えばこのような噴水や滝で水の流れを表現したいとき、露光時間を長くして撮影します。その際、白飛びしないようにカメラでいうサングラス、ND フィルターを装着するのですが、これを疑似的に表現することができます。任意の露光時間で撮影された画像を合成し、このように水の流れを表現できます。ND のパラメータを大きくすると、それだけ合成枚数が増え、より神秘的な雰囲気の画像となります。ND フィルターは取り出してつけるだけでも結構面倒なので、これは嬉しい機能ですね。なお、あくまで得られるのはスローシャッター効果であり、ND フィルターを使ってできていたこと全てができるわけではありません。例えば明るい白砂浜を F 値を開けて撮影したいといった場面では、露光時間を最速設定しても明るいので ND フィルターを使えますが、こういったケースでは露光時間制御だけでは対応できないです。時々勘違いしている方がいるので注意です。2つ目は LiveGND。 本機からの新機能で CP プラス2024でも好評だったと聞いています。先ほどの LiveND と似ているのですが、こちらはグラデーションの ND フィルター効果が楽しめます。どの領域をどれくらいの濃さで描けるのか、ユーザーが自由に設定できます。使い方としては、空が白飛びしているこの状況で空の方に ND をかけてやることで雲などのディティールを描写したり、あるいはワンポイントの効果として狙うのもありですね。原理としては LiveND と同じ露光時間の制御によるもので、異なる露光時間の画像を取得し、境界部は画像のブレンドする比率を変え合成していくというものでしょう。異なる露光時間の合成画像であれば HDR 撮影なんかもそれに該当しますが、こちらは自分で効果が狙える分よりアーティスティックです。実にユニークな機能ですね。これらの設定はメニューから操作できますが、さすがにいちいち設定していると面倒なので、よく使われるという方はこんな風にボタンに割り当てワンプッシュで呼び出せるようにすることも可能です。3つ目は手ブレ補正。業界最高の 8.5 段に対応しています。これは 300mm レンズで 1.5 秒手ブレしない計算になりますが、手ブレの量は人それぞれな部分があり、段数の分だけ手ブレに効果があるかは議論の余地がありますが、実際にオンとオフではこれくらいの差があります。歩いたとしても手ブレが抑えられていることから、いかに手ブレ補正が強力なのかがわかりますね。なお、動画撮影では少しクロップされているように見えますが、これは電子手ブレ補正がオンとなっていることから原理的に起きているもので、オフとすることでクロップを解除できます。夜景なんかを撮影してもこの通り。今回あえて手持ちでシャッターを1秒以上に挑戦してみましたが、だいぶ強力な手ブレ補正が入っている印象ですね。夜景も綺麗に撮れます。4つ目は AF 速度。本機種から被写体認識に人が追加され、横向き、後ろ向き、目や口が隠れていてもピントを合わせられるようになりました。鳥モードでも鳥のフリー動画を撮影したものになりますが、このようにしっかりと認識し追従します。オートフォーカスはかなり速いです。連写性能も驚異の120コマ、AF 追従でも50コマ対応に加え、全機種で弱点であったメモリーバッファーも2倍以上となり、
トップクラスの性能です。次に価格です。価格はボディのみで現在約28万円、ズームレンズ付きで約31万円、F2.8 投資の第3元ズームレンズ付きで約35万円となります。第3元ズームレンズは単体ですと10万円近くするので、このセットが一番お得でしょうか。他社のフルサイズモデルと比較する際、ボディは純粋に比較することは難しいですが、レンズはだいぶお得感があります。例えばフルサイズの第3元レンズは2、30万しますが、本機は半額に近い価格ですし、望遠レンズも同じ価格であれば焦点距離は短いものでよく、そうなると当たり前ですが小さく価格も安くなります。写真はボディよりもレンズでだいぶ印象が変わります。マイクロフォーサーズのカメラであればフルサイズレンズの半額程度ですし、多くの方にとって悩みの種であろうレンズがお財布に幾分か優しいのは嬉しいポイントとなるでしょう。続いて気になったところです。3点ほどご紹介します。1点目は高感度撮影。これはやはりセンサーサイズの宿命か、暗い環境下でのノイズが気になりました。スマホサイズで見る分には気にはなりませんが、モニターなどで見ると ISO8000 とか1万あたりでノイズが気になってくるでしょうか。拡大すると細かなテクスチャーはノイズに埋もれ失われてきています。 OM システムとしては強力な手ブレ補正があるので、手持ちでも長秒露光を試してほしいといったところでしょうか。なお日中の撮影とか室内光で撮影する分には問題となるケースは少ないでしょう。2点目は動画性能。他社と比較すると対応範囲がやや狭めです。具体的には 4K は 60p まで、オールアイにも非対応、設定自由度という点でもやや物足りないです。ですが動画制作をする方ならともかく、普段の日常撮影用や Vlog の運用ならば必要十分でしょう。 4K120p なんかはファイルばかり大きくて PC を圧迫しますので、シャチパンを含めた一般ユーザーはまず使わないと思います。3点目は充電器です。これはシャチパンだけかもしれませんが、充電器がついてこないことが気になりました。充電器自体は別売りでありますが、これがないとカメラ本体の USB 端子に直接ケーブルを接続して充電することになります。結構場所も取りますし、何回も抜き差しすることになるので、端子の耐久性も気になりました。この価格であればつけておいてくれてもいいのかなと感じます。最後に総評です。今回は OM システムのフラッグシップモデルを紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。個人的にはコンパクトにまとめられていて使いやすく、遊び心満載な多機能カメラだと感じました。昨今ではどれだけボケるのかだけが取り沙汰されて、フルサイズのカメラだけが優れているように紹介しているところもありますが、小さいカメラにもしっかり小さいながらのメリットがあり、適材適所であることが本動画でお伝えできていれば幸いです。大は小を兼ねません。本カメラはフルサイズカメラを使っていて、小さいカメラにも興味が湧いたって方や、軽くて持ち出しやすく本格的なカメラをお探しの方に特におすすめできるかなと感じました。それでは今回はこの辺で、また次回の動画でお会いしましょう。上手だね。作ってくれてんの？もうダメだ。電車だ。いいよ、チビパン。いいよ。いいよ、いいよ。いいね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。